はい、オカビチャンネルようこそ。今回はですね、まず初めての動画なんですけれども、今年からよろしくお願いします。で、そうですね、ちょうど正月で、石川県で、すごい地震起きてしまう、被害に遭われた避難者の方々、ま心ばかりなんですけれども、応援させていただいてますので、負けないでください。今回はですね、こちら購入したロケットストーブなんですけれども、これだけでも十分使えるんですけれども、あと一工夫あればいいかなと思って、ちょっと一回改造しようと思ってます。で、そうですね、これを70センチまでの薪は入るんですけれども、それ以上になっちゃうとわざわざ送ってあげないと入らないんですよね。それをなくしたくて、今回はちょっと一回試してみようかなと思って、とりあえずこちら、家にあった古いステンレスの鍋ですね。で、あともう一つ、アルミの鉄板。これも何かにくっついてきてたものなんで、何なのかちょっともう忘れちゃったんですけれども、ずっと家に眠ってたから、これとこれを再利用しようと思ってますんで、どうなるかっていうのはちょっと後見てください。では過去に入りますけれども、動画いつも長くて間見てくれてない人が多いみたいなんで、それはちょっと省略しますんで、では仕上がりへどうぞ。はい、とりあえずね、加工しました。で、説明すると、この鍋の方は底圧になってるんで、これを底を使ってここが釜場になってしまうんですよね。で、ここが釜場ないんだけど、これだけの高さだけだとやっぱり落ちたりとかすると思うので、これをね延長させてもらって、こういう風に指示部分として利用しようと思ってます。で、ここにねスポットを履いて、それでこれで支えになってくれればよかったんだけど、高さちょっと足りなかったですので、もう固定しないつもりでいたんですけれども、もうやむを得ないところで、こっちのストーブとの連携でビスを打ちます。で、一応ここからご覧ください。よいしょ、やっと入った。よいしょ、これを組み立てて、よし、必要に応じてここを後で閉めますんで、とりあえずこれちょっと試しに火入れてみましょう。
まで火が出るようになったから、これで休みましょう。やっぱりこれいけるかな。ちょっと向こうの蓋をちょっとだけ開けて空気入れるようにしたら、渦巻き巻くようになってるから、これはこれだけで渦巻きするんだったら、ちょっと次のちょっとこれ加工するかどうかちょっと今考えますけれども、今はこれの方は完全にここまで炎上がってきてるんで、でこっちの方、釜場の方は全然炎出てきてないんで、これはこれで成功だと思うんですね。とりあえずこれはこのままでもうちょっと様子を見ますけれども、このまま竹が下がってくれれば成功になります。はい、最終報告なんですけれども、丸々入れてたんですけど、それだと燃え上がる中の空洞で縦の方に炎いっちゃってたんで、それはちょっとあまりにここ全部燃えちゃうんで、それ良くなかったから、いろいろ試行錯誤やって、これが最終形態になります。で、2つに終わっちゃえば自動的に中に入って、それで燃えてるんですね。でどれだけまだ持つのかわかんないけれども、一応は順調に中の方に炎いっちゃって、それで中で燃えてる状態なんで、これはこれでいいかなって思います。一応は自動に、もう完全に自動には入らないと思うので、ちょっと時々こうやってちょっと振ってあげないと、結局炎の進み具合と、角度が合わないので、それちょっとずつ調整しながらやっていきたいと思います。
ですので、完全に自動にはならなかったんですけれども、一歩進んだと思いますので、これで成功だと思いますので、次のステップあるかもしれないけれども、とりあえず研究を重ねて、それでこうやって竹を燃料にして暖を取ったりとか料理も作ったりとかすると思うので、ではまた次回よろしくお願いします。